どうも、てるんです。本日なんですけども、冬美味しい味覚といえば、はい、真牡蠣。なんかですね、無性に牡蠣が食べたくなりまして、で、これまで生牡蠣、焼き牡蠣とやってきて、そういえばまだ牡蠣フライやっていないなということにも気がつきまして、今回は思う存分牡蠣フライを堪能したい。で、この牡蠣に関しましては、僕の心から尊敬する、大師匠様の、大好物でもありますので、あまり真新しいものはないかもしれませんけども、なんかゆったりまったりと、見ていただければと思います。というわけで、早速、本日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。本日なんですけども、牡蠣フライということで、もちろんこの後、牡蠣の下処理なんかもしたりして、衣をつけたりしてやっていくんですけど、さすがに牡蠣フライだけですと、なんというか、競技感が出ると言いますか。なんか昔の大食い大会を思い出しちゃうので、もうちょっとバラエティが欲しい。ということでですね、つい今しがた、ちょうどいいサイズのマージくんが迷い込んでまいりましたので、今回はメインに牡蠣フライと、あとアジフライを1枚2枚、それくらい作ろうかなと思っております。なんていうか、久しぶりのお魚さばきですね。では、まずですね、牡蠣フライ、アジフライにとって最も必要なもの、そう、タルタルソースから作ってまいります。牡蠣フライはタルタルソースを食べるためのご飯と言っても過言ではない。というわけで、早速タルタルソース作り張り切ってまいりましょう。ではまず、タルタルソースに使用していきますマヨネーズの材料たちを、せーの。こちらから卵黄、油、赤ワインビネガー、塩、白胡椒、マスタード、レモン。で、今回の分量が、こちらから2個分 200ml、20cc、小さじ1、小さじ1、小さじ2、8分の1切り。っていう感じです。はい。では、こちらの油というか、ピュアオイルと赤ワインビネガー、こちら以外を、はい、全部合わせまして、はい、しっかりと攪拌。で、ちなみにこの時に卵黄を常温に戻しておいてあげると、後々油で乳化させていく時に分離しづらくなるらしいですよ。そして今日は久しぶりにこの子を使っていこうかな。で、しっかりと混ざったところで、こちらの油の全部で200あるうちの 100cc、そちらを複数回にわたってちょっとずつちょっとずつ。では半量入れ終わったところで、こちらの赤ワインビネガー 20cc のうちの 10cc、 つまり半分を 2,3 回に分けて、あとは同じことの繰り返し。次、油。はい、ラスト赤ワインビネガー。いやでも本当思いますけど、この赤ワインビネガーが入った途端にマヨネーズになりますよね。いつもこの瞬間がすごく楽しい。では一応これにて谷崎のマヨネーズ完成。で、こちら結構お塩だったり黒胡椒だったりの比率が多いので、もうこの段階でバチッと味は決まってるとは思うんですけど、もしこちらをタルタルソースというよりかマヨネーズとして使われる場合でしたら、この段階でちょろっとペロッと舐めていただいて、皆さん好みに白胡椒を加えてもらったりレモン汁加えてもらったり、で、谷崎のマヨネーズは赤ワインビネガーを使っておりますので、ちょっとアダルティーな、そういう奥ゆかしい風味があると思います。お口に合えば幸いです。ではここからは今しがた完成したこちらのマヨネーズを、タルタルソースに消化させていきますので、こちらのマヨネーズに合わせていく材料たちを、せーの。こちらからマヨネーズ、固ゆで卵、玉ねぎ、ちっちゃいきゅうりのピクルスでおなじみコルニッション、ケーパー、お砂糖、刻みパセリ。で、今回の分量が、こちらからさっき作った分、8個、3個、5本、30g、20g 適量。っていう感じです。で、以前も申し上げたんですけど、自家製マヨネーズって、結構もったりとしてますので、固ゆで卵8個分ぐらいでちょうどいい水分量になると思うんですけど、もしここ、キューピーさんのマヨネーズなんかで代用される場合は、ゆで卵をあと2個3個ぐらい増やしていいかなと思います。サラサラなタルタルソースよりも、もったりとしたタルタルソースがお好きな方は。よし、ならばパパッと準備してまいりましょう。
からあともうちょっと。それではいつも通りお水を張りまして、この後2回ほどお水を変えながらちょっと10分から15分放置。ちょっと玉ねぎの辛みを抜きます。というわけで10分経ちましたので、しっかりとお水を切りまして、ここから先必要なものは知識でも経験でもなくパワーです。さらしなんかを使いまして、こちらをひたすらにギュッ、もうとにかくギュッ。どのくらいまでかと申しますと、もうこんだけパラッパラになるくらいまで。あんなにたくさんあった玉ねぎがこんなにちっちゃくなりました。あとはもう一瞬ですね。やっぱ可愛いっすよね、ゆで卵って。つやつやコロコロで。なのでこんな可愛いゆで卵には強い愛情を与えましょう。いつものことながらパワープレイですね。あとはこれらを混ぜ合わせるだけ。僕はいつもお砂糖から入れちゃうかも。お砂糖をしっかりと溶かして、あとはその他の具材たち。で今回パセリなんですけど、牡蠣とパセリって相性いいので今回たっぷりめに入れようと思ってます。なのでこのぐらい。で今この段階ですと全然お塩とか胡椒が足りないので、塩、胡椒、レモンなんかでお好みの味に調整してください。でこちら結構甘さは控えめになってますので、おそらくお子さんなんかはもう少し甘い方が食べやすいかなと思います。なのでこちらを召し上がる方に合わせてご判断ください。ではこれにてタルタルソース完成。ではここからいよいよ具材の下準備に入っていきます。まずは牡蠣の前にこちらマージからいこうかなと思います。てかやっぱ時期が時期ですね。恐ろしくシャープですね。でもってこっちの背中の方のお肉の厚みというか対抗も全然ないですもんね。モデルさんですね。で今回こちら側のメインではないので比較的ささっといこうかなと思います。まずはアジといえばのこのゼイゴを取って、こっちの頭の方までしっかりと。結構この子大きいので細かいこっちの頭の方のゼイゴも気になるはず。じゃああとは細かい鱗も取って、じゃああとはこちらの胸びれとこちらの腹びれ、こちらをつなぐこのラインで今日は大胆にまっすぐズドン。あとは内臓ちょっとむき出しにして血合いに傷つけて、で約 3% ほどの食塩水を作って、本当はねいつもこれをした方がいいんでしょうけどなかなか難しいですよね、大きい魚とかはねこれをするのが。
じゃあ、あとはこの中で血合いなんかを書き出して、無事血合いがきれいになったところで、今一度 3% の食塩水を作って、最後のすすぎ洗い。この 3% っていうのがあれですね、海水の塩分濃度ですね。じゃあきれいになればこれで洗い終了。ではここからアジフライ用におろしていきましょう。では、アジフライですので、これから背開きにしていくんですけど、僕はいつもこちらの向きから始まります。まずは皮1枚切って、で次に身を切って中骨まで。中骨までしっかりと当てたら、腹骨との接着を外してあげまして、あとはこのまんま進行。中骨のこの骨が見えてくるくらいまで、ここまで来たらひっくり返して、先ほどと同じことの繰り返し。今ので腹骨を断ち切って、レッツ進行。裏側も先ほどと同じ骨が見えてきたところで、身を折りたたんで、ここの骨を押さえて引っ張ると、骨が外れる。じゃあ、あとは腹骨をすいて、よいしょ。この子はちょっとお腹が溶けてますね。まあしょうがない。あとは取り残した内臓なんかをきれいにして、で血合い骨も外して、味の仕込み終了。でこちらは後ほど牡蠣と同じタイミングで衣をつけますので、それまで冷蔵庫で待機。で中骨はヒレ骨のところからちょっとヒレを切り離して、ヒレ骨っていうのかな、力骨っていうのかな、ちょっとわからないですけど、こことここで骨が分かれてますので、で頭の方は邪魔なヒレはもう落としちゃって、でもハサミでエラの付け根切っちゃって、このくらいのサイズ感ならこのまんま指でベリッと剥がれるので、こっちはもう今回はバイバイ、内臓が臭いので、あとはこれを縦に半分。であとはこの目ん玉だけちょっと硬いので外して、でさっとお水で洗って、あとは下味片栗粉で骨せんべい。これは今回のデザートですね。それでは大変長らくお待たせしました。本日のメイン食材の登場です。はい、真牡蠣でございます。で今回はむき牡蠣の状態で購入してきました。この子が結構大ぶりなんですよね。なのでもうわざわざ自分で剥かなくてもいいかなということで、もうむき牡蠣で購入してきました。こちらに見えております殻付きの牡蠣の方は、見栄え的に載せたんですけど、こちらは今回の僕のお夜食用の焼き牡蠣です。一応後で1個くらいは剥こうかなと思ってますけども。で今回のこちらの生牡蠣は全て加熱用です。生食用ではございません。でもちろん生牡蠣として召し上がるんであれば、加熱用の牡蠣はもう絶対にダメですけども、牡蠣フライにするのであればわざわざ生食用を買ってこなくても加熱用でいいかなと思います。というか加熱用がいいと思います。生食用と加熱用でグレードが高いとか鮮度がいいから生食用っていうわけではなくて、生食用と加熱用育ってる海域が違うだけですので、加熱用を使ったから美味しくない牡蠣フライに仕上がるっていうことはありませんので、っていうかむしろ産地であったりブランドであったりとも変わってくるんですけど、生食用の牡蠣よりも加熱用の牡蠣の方が味が濃いって言われますからね。それにお値段もちょっと下がりますので。でまずこちらパックから出したばっかりですので、このまますぐに使うわけにもいかないので、こちらを牡蠣フライ用にちゃちゃっとお掃除していきます。でこちらの牡蠣の仕込みの仕方というかお掃除の仕方、本当にいっぱいいろんな方法があるんですけど、真水で洗うだけの方、塩水で洗うだけの方、それから牛乳で洗う方、片栗粉とか小麦粉とかそういったお粉を使う方、本当にいろんな種類があるんですけど、最近の僕はまずはこちらのむき牡蠣をこちらの冷たい真水、こちらですすぎまして、あんまりやっても牡蠣が水っぽくなっちゃうので、ささっと洗ったらすぐにこちらをざるにあげて、一応これを2回ほど。
これ今言ってるのは牡蠣の表面の大雑把な汚れと、あと海産物の持つ腸炎ビブリオ、その腸炎ビブリオが真水に弱いので、今そちらを対処しているところですね。よし、これで第一工程終了。で、結構これだけでむき牡蠣のパックを開けた時の牡蠣のいい香りじゃなくて牡蠣の嫌な匂い、あれがもう結構取れてると思います。で、ここからはまだ牡蠣に残っている表面のぬめりだったりとか、あと汚れだったりとか、そういったものをお掃除して、まだもうちょっと残ってる牡蠣の嫌な匂い、そこをお掃除していきます。で、僕はここで使うのがみんな大好き片栗粉。この片栗粉を打つ前にお塩をパッパッと振って、で、軽く塩もみするやり方もあるんですけど、僕はなんかいつも避けちゃうんですよね。ちょっと水分が足りないので、ちょっと水分足して、なんていうかこの片栗粉ドロドロ水で洗ってるような感じで、このお水をささずに力ずくでやっちゃいますと牡蠣ボロボロになりますんでご注意くださいね。じゃあ、あとはこちらをお水ですすいで、はい、ではこれで綺麗さっぱりになりました。かなりオーソドックスなやり方ではありますけども、で、先ほどの片栗粉の作業は全然小麦粉でも行えますので、同じようにやられてください。で、もし殻付きの牡蠣で牡蠣フライを作られる方は、牡蠣をこういう風に見た時に牡蠣をこう持っていただきまして、で、大体牡蠣のこの辺りが牡蠣の弱点ですので、この辺りくらいからブスッとまずは入り口を作って、するといきなりパカッと開きますので、開いたらこの隙間からまたこのビラビラなんかくっついたりしてますので、こういったものをこの隙間を見ながら綺麗に全部ケアした後に、はい、一気にせーのパッカン。あとはこの貝柱の下側を、はい、切り離してあげれば、あとはトゥルン。あとはこちらの身を先ほどと同じように真水と片栗粉で処理してあげてください。で、もし全然意固地に口が開かない子だったり、あとはもうどこから歯を入れたらいいかもう全然わかんない子だったり、そういった子がいましたら、もうその子は焼き牡蠣だったり蒸し牡蠣だったりに回してあげてください。もう無理に力ずくでもうグリグリグリってやってスポッと抜けて指グーンってやったらもう牡蠣のこと嫌いになっちゃいますんで、怪我をする前にもう焼き牡蠣へ。そうしましたら余分な水分は切って軽く。よし、これで牡蠣の仕込み終了。ここでちょっとした豆知識。結構自分で剥いた牡蠣なんかはそうなんですけど、今こちらの面が牡蠣をパカッと開けた時の表面なんですけど、ちょっとこちら側カチャカチャしちゃうので、こちらを裏返すとなんかこうよりブリンとして美味しそうに見えますんで、生牡蠣の際はこちらの面を表にしてあげると綺麗に見えると思います。ではここからこちらに衣付けしてまいります。ではまずフライに使っていきますバッター液、よく飲食店ではドロって言われているもの、そちらから作ってまいりますので、そちらの材料たちをせーの。こちらから全卵、お水、薄力粉、サラダ油で、今回の分量がこちらから1個 50cc50g 大さじ1から 1.5。 なんか僕も最近知ったんですけど、このバッター液の中にサラダ油をちょこっと入れてあげるとよりカリッと仕上がるんですって。どういう理屈なのかは分かりませんでしたけども。で、これが卵1個分で作るバッター液の分量なんですけど、僕は何分量がぶっ飛んでますので、それを全部8倍して、こちらから8個 400cc400g だいたい 100cc っていう感じです。で、こちらよーく見ると、今こちら 500cc の値を示していると思うんですけど、僕は比較的薄衣で食べたいなと今日は思っておりますので、バッター液の濃度をちょっと下げたい、つまりちょっとサラッとさせたいということで、ちょっと今回お水が増えてます。ならばまずは卵を溶いて、白身が切れたらお水、あとは薄力粉加えて、別に天ぷらを作るわけではないので、もうしっかりダマが消えるくらいしっかりと混ぜていただいて、あとは最後ここにサラダ油、はい、これにてドロ完成。あとは薄力粉、バッター液、パン粉っていう順番につければフライの準備 OK。 で、実は今回僕もう1種類揚げ物を作ろうかなと思ってたんですよ。こちらマヨネーズを作った時に出た余った卵白なんですけど、これを使おうと思ってたんですけど、動画の趣旨ブレブレになるなと思ったので、こちらもしかしたら後日のサブチャンネルで上がるかもです。ではまずアジフライから。表面にお塩、胡椒、あとは薄力粉、
ター液。次、盛り付け時に上に来る身の方を上にして、でパン粉をつけて、いつものごとくパン粉で包んで、これを優しくギュー。パン粉でパン粉を押したらこれで OK。 いい感じの衣の立ち具合ですね。これでアジフライは出来上がり。では続いて牡蠣。こちらももちろんフライですので下味は打つんですけど、牡蠣ってこの子自体に塩分持ってますので、僕はいつも胡椒だけですかね。では牡蠣も同じですね。薄力粉、バッター液でパン粉。こういった感じでちょっと見えづらくてごめんなさい。今回せっかくの生パン粉を使っておりますので、そのパン粉が乾燥しないようにちょっと今ラップをかけておりますけども、で今回実食部屋の方で揚げながらいただこうかなとも思ったんですけど、今回加熱用の牡蠣ですので生焼けと言いますか、その半生が怖いので、こっちの調理スペースでしっかりと揚げます。でそちらを実食部屋のオーブントースターを使ってぬくめながらいただくっていう、そういうスタンスでいきます。よしならば揚げていきましょう。ではまずこちらのアジフライから。今回結構大きいので揚げ時間としては約170度の油でだいたい7分ほど。ただ今回ちょっと鮮度感があまりよろしくないので、ちょっとしっかりめに8分今回揚げていきます。で揚げる時の基本の木、盛り付ける時に表に来るこっちの身の方、こちらから揚げていく感じで、はい、いってらっしゃい。であんまり触りたくないんですけど、ちょっとそこに当たりそうなので、そこはちょっとケアして揚げながら。4分経ったのでこちらを裏返して、ここからさらにあと4分。これでアジフライ完成。ちょっと食べかけてごめんなさい。やっぱうまいっすね。冷凍のアジじゃなくこの生のアジを使うとやっぱ身がほわほわ。今回あんまり油もなかったのでパサつくかなと思ったら全然揚げたてだからこそのふわふわ感。あともう一口。もう今日の動画これでいいんじゃないかな。では続いてこちらのカキフライ。この子は結構火取るの早いので、なおかつ揚げすぎるとちっちゃく縮こまっちゃうので、揚げ時間としては170度ぐらいで約4分。はい、いってらっしゃい。というわけで揚げ終わり。あとはこちらのアジの頭と中骨の骨せんべいが揚がれば全て完成ですね。じゃあこちらのカキフライもぜひ揚げたてをお一つ。はい、というわけでレッツ盛り付け。はい、これでカキフライ晩酌セットの出来上がりです。では実食編にゴー。というわけで無事完成。やらんというかですね、やっぱカキフライって油の酸化が早いですね。序盤の揚げ色と最後の方の揚げ色全然違いますもんね。油が黒くなっちゃって、ちょっとそこが残念でしたけども。でもってアッシュライを買うのを忘れておりまして、すごくなんか物寂しい盛り付けになっちゃいましたね。トマトの1個でも買ってきてくればよかった。今回そんな感じです。はい、てなわけでして、いただきます。
揚げ物の後のビールは本当に最高。今回なんだかんだ衣付けであったり、揚げる時間であったり、そこそこ時間かかっちゃいまして、どんぐらいかな ?30 時間ぐらいかな。ずっとキッチンにいましたので、もうしみる。じゃあですね、一応今ここにオーブントースターを持ってきておりますので、ここでぬくめるとして、でもまずはその前に、はい、初手安定の、はい、デザート。いや、実はまだこの子まだほんのりあったかいんですよ。なので、まだ温かいうちにいただきたい。じゃあまず中骨。もうこれは本当におやつ。結構じっくりめの弱火で、この中骨であったり、この頭であったり、こういったものから泡が出なくなるくらいまでじっくりじっくりとこう揚げてあげると、あんだけ大きかった味でもこうカリッカリになりますんでね。じゃあお次が頭。最高にうまい。もう骨せんべいしか勝たん。もうほんと味って捨てるとこないですよね。安くて美味しい僕たちの味方。じゃあ早速カキフライをオーブントースターに入れて、一応今こういう風にアルミホイルでこう受け皿を作って、でそこにカキを並べて、でこれでいってらっしゃい。でおそらく今回ずっとこのオーブントースターのカチカチ音が入るかと思いますけども、どうぞご了承ください。でぬくもるまでの間、骨せんべいで晩酌を。はい、骨せんべい完食。あっという間ですね。でちょっと待ってる間に、はい、ベジファースト。では第2陣も用意して、はい、いってらっしゃい。じゃあまずはそのままで。マジで美味しい。何もつけずに美味しい。これは多分今日ビール止まらんですね。やっぱりあれですね、序盤に揚げた方はすごく純粋な磯の香り、そこを綺麗に感じるんですけど、やっぱ酸化した油だとこう脂っこさというか、ちょっと嫌な香りが混じってきますね。ちょっと申し訳ないことをしましたね、牡蠣に。とはいえめちゃくちゃ美味しい。じゃあここでちょっとレモンを絞って、美味しさ3倍アップ。そもそも牡蠣とレモンが相性がいい。でもって揚げ物とレモンの相性がいい。イコール神。それでは第2陣。じゃあ次は同じ柑橘でもライムで。美味しい。美味しいんですけど、僕はレモンの方が好き。ライムはもうそのままかじっちゃおう。じゃあ続きまして、
ここで満を持して登場、今回のタルタルソース。このタルタルソースをにちゃ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 。やっぱこれですね。まずはなんといっても今回のこんだけのもったり感といいますか、液体チックな感じではないので、まずそもそもが食べ応えがアップしますよね。で、この中に玉ねぎがめちゃくちゃ入ってますので、この玉ねぎのシャキシャキ食感がいいからの、もちろんこの中に入っている卵だったり、そういったものの力もありますけど、赤ワインビネガーから来るこの丸い酸味、直線的っていうよりかはカーブを描くようなこういった酸味。多分牡蠣苦手な方は多分牡蠣のこの香りが苦手なんだろうなって思う香り、あそこをくるっとくるんでくれてるような感じですね。すごく食べやすい。なんかごちゃごちゃ言っておりますけども、とりあえずバカほどうめえ。そういうことです。じゃあお次も当然タルタルソースにちゃ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 。かければかけるほど美味しい。いや、これは止まりませんね。皆様、悲しいお知らせです。カキフライが半分終わりました。楽しい時間はあっという間ですね。なので、ここから折り返し地点になりますので、まずはアジフライ。よいしょ。ちょっと大きいので半分に割って、いってらっしゃい。その間僕らはキャベツを食べながら、先ほどの揚げたてはもうふわっふわでしたけど、ぬくめ直してもそれがあったらいいですね。やっぱり揚げたての方が美味しかった。でも思ったほどパサつかず、すごく美味しい。やっぱお腹のとこ美味しいな。いやもうアジフライってほんと美味しいですよね。完成された料理。じゃあ当然こちらにもタルタルソース。美味しくないわけがない。では後半戦一発目はみんな大好きとんかつソース。こちらをびしゃかけしまして、その上からタルタルソース。もう口に入った瞬間に美味しい。このジャンキーな感じがまたいいですよね。これはビール不可避。っていうところで、もうお酒は十分楽しみましたので、ここからは締めのお時間でございます。はい、炊きたてほっかほかご飯と、はい、お味噌汁。カキフライ定食、ここに爆誕。やっぱ締めには味噌汁ですね。アルコール全部抜けた。やばい、最高にうまい。ご飯
飯のあてとしてももう最高でしょうね、カキフライって。ご飯がいくらでも進む。というわけでこちらが今回のラストですね。ではいつものごとくラストスパット。ごちそうさまでした。いやーうまかったね。大満足でございます。今回はかなりオーソドックスな作り方ですし、新しいことをしたわけでもないですけども、何か皆さんのご参考になればいいなと思います。ただどうしても大量に調理するとなりますと、揚げ油へのダメージが結構大きいので、そこだけはお気をつけくださいね。あと、牡蠣はすごく栄養価の高い食材ですので、食べ過ぎるとお腹を壊します。なので、いくら牡蠣が大好きだからといって大量に僕みたいに食べないようにお気をつけくださいっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。